ペロリストのみんな、へそペロということで、今日もフリートークでーす。でね、この前、公衆トイレで女性用トイレがなくて、男子用の立ってする、小便器っていうやつね。で、それのトイレと多目的トイレ、共同トイレみたいなのがしかないっていう公衆トイレができて、で、結構それで、苦情みたいな、なんでそんな女性用トイレを作らないのかって言って、すごい、ちょっと話題になってる話を聞いてて、で、見てたんですけど、で、多目的トイレというか、共同トイレって、男子も女子も使うわけですよね。普通の便座の。で、立ってすると小便器は、男性専用。で、女性は、なんとなく損してる気持ちになるっていう考え方らしいんですけど、で、テレビでみんなにインタビューしてるんですよね。で、そうすると女性が結構反対意見言ってる人の意見が結構多く映ってたんですけど、その理由っていうのは、まず、女性用のトイレって、お化粧とかをするから、鏡が大きめになってると。で、女性用になってるからこそ、鏡があって、お化粧とかもしやすくなってるっていうのがまずあって、で、あと、個室というかそのトイレって、外から見えにくくなってるから、危険なことが起きるんじゃないかと。女性がね、女性と男性が共同で使えるトイレっていう風にしちゃうと、視覚のところで、女性に対して犯罪的なことが起こりやすいんじゃないかとか。で、あとは、便座を上げて、で、立って、用を足すと、トイレが汚れるから、床とか、そういうのが汚くなってるところで、女性が使うのが嫌だとか。で、じゃあどうすればいいのかっていうと、今まで通り、男性、女性、多目的っていう風にするべきだと。で、それがいいっていう意見があって、で、一方でね、ジェンダーフリーの人、どっちもっていう人は、逆にその方がありがたいみたいな。で、例えば男性で普段女性として暮らしてて、でも、体は男性のままだから、女性用のトイレに入っちゃうと、あんまりよろしくないっていうので、見た目が女性なんですけど、男性用のトイレに入ると。普段はそれをしてるんだけども、自分が男性だってことをあえて言っていない人たちと、例えば食事をして、じゃあトイレに行きますっていう時に、男性用の方に入るのを、見られるのはすごく嫌だ。気まずいっていう意見もあったりとか、いろいろあるんですけど、案としては、渋谷区の公衆トイレが、共同トイレと男子用の立ち小便器の男性用のっていう形にしたっていうことなんですけど、はそれは結構合理的ですごくいいなと思ってたんですよ。だから、今言った話を全部、これから反論していきます。まず、共用トイレ、男女共用トイレね。で、それについてなんですけど、
よく女性用のトイレってすごい並んでていつも混んでるんですよ。で、混んでる理由って、まあもろもろ、まあ女性はわかると思うんですけど、まあ、やることが多かったりとかあるわけですよね。あと個室だからね。で、それで男性って結構すぐに入ってすぐに出てみたいな回転率が男性用と女性用って全然違うんですよ。で、いつも不公平だなーって思ってあんま見てたんで、例えば男子用の小便器が並んでるフロア、まあ部屋があって、あとは共用トイレが直接、例えば4つとか5つ並んでるっていう状態であれば、まず共用だから男女関係ないし、で、犯罪に巻き込まれるっていうんですけど、男性と女性入るところが入り口がちょっと違うだけで、資格は資格としてもともとあるわけじゃないですか。だから、表から別に入り口のドアが普通にこう横に並んでって、共同ですって男性と女性のマークがドアについてるっていう状態のものを、例えば、じゃあ5つ作って、で、6つ目に男性用の専用の小便器だけのところっていう風に、すると別に危険もないし、で、男性が、大きい方をするときだけ共用トイレを本当に共用するわけですよね。で、そこに大きい鏡をつければ、それで解決すると思いますね。で、もう一つは、便座を上げて、おしっこされちゃうと、床が汚れるとか飛び散るとか、っていう風に言われてた意見ですけど、便座が上げられないようにして、ここで、立っておしっこしちゃいけませんってしておけば済んじゃう話じゃないですか。で、そうすれば、フルにその面積が使えますよね。だから、その考え方ですごく合理的じゃないかなと思ったんですよ。だからこれからトイレって全部そういう風にすればいいんじゃないのかなと、思ったんですよね。っていう風に、思いました。で、ちなみにその、公衆トイレをなぜそういうやり方にしたのかっていうのを、実際にその渋谷区だったかなの担当の人に聞いたら、もともと女性用トイレをなくするっていう趣旨じゃないんですね。要するに、もともと共用のトイレ、男女共用のトイレを作ったんだけど、それで男性がおしっこするときにいちいちその個室に入っちゃうと回転率が悪くなっちゃうから、だったら男性用の小便器を並べて男性専用のその小便器だけってした方が回転率が速くなるから、で、共用トイレプラス小便器、男性専用小便器っていう考え方で、男性用共同トイレで女性を排除したっていう考え方じゃないんだよっていう、理由ですごく納得ができたお話だったんですけどね。だからとってもいいお話だと思います。ということでトイレのお話でした。はい。BGM はゾエさんのときめきトワイライトという曲です。詳しくは動画の概要欄をご覧になってくださいね。チャンネル登録してね。高評価ボタンも押してね。通知ボタンも押してね。アムの
送も押してね。ここだよ。ここ。ということで、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、通知ボタン、そして、アムのおへそも押してね。じゃあ、またね。バイバイ。